ハローハローハロー、皆さんこんにちは。ティンカースチャンネルへようこそ。 Welcome back to my channel. Welcome to my channel. 皆さんいかがお過ごしでいらっしゃいますでしょうか。ティンカースチャンネルと申します。はい、本日は2023年11月6日を迎えておりますが、皆さんいかがお過ごしでいらっしゃいますでしょうか。本日は11月ということで、毎月恒例となってきているジョセフ・ティテルさんの11月のまとめ、その月の予言っていうのをジョセフ・ティテルさん、預言者の方が出してるんですけれども、それのご紹介をさせていただきたく思います。で、今回の内容はもうすでにブログで私公表しておりまして、見ていただいている方、読んでいただいた方いらっしゃるかもしれないんですけれども、今回は動画の方でお届けしたいと思います。作業中の方などはですね、聞き流しながら作業していただければなと思うんですけれども、詳しい内容は実はブログの方がおすすめになっております。ブログのリンクの方は概要欄の方に貼っておきますので、よろしくお願いいたします。それでは本題に進めていく前に、ティンカースチャンネルの番組の趣旨だけご説明させていただきたく思います。ティンカースチャンネルでは皆さんに考えていただくきっかけとなる情報を提供しております。海外からの情報だったり、日本ではあまり報道されていないことだったり、スピリチュアルなことだったりをお届けして、皆さんがそれについて情報精査をしたり考えたりしていただくきっかけになればと思っております。ですので、ティンカースチャンネルではこれが正しいんだよというように皆さんに答えというのを提示しているわけではございません。何事も疑っていただき、情報精査をしていただき、自分なりに考えて答えを模索していただきたいというふうに思っております。そのきっかけがお伝えできればなというふうに思っております。で、この考えるプロセスというのが自分軸をしっかり持つことにつながっていくことだというふうに思っております。皆さんの考え、直感は宝物です。自分の直感を磨いてお互いに成長していけたらいいなということで始めた番組になっておりますので、応援のほどよろしくお願いいたします。ティンカースチャンネルにチャンネル登録をいただいている皆さん、本当にありがとうございます。今回初めてこの番組に出会いました、聞きましたよという、見ましたよという方はですね、ぜひとも番組見ていただいていいなって思っていただけましたら、グッドボタンで高評価していただければ本当に嬉しいですし、あとはもっと見ていきたいなっていう方はチャンネル登録していただければ、私のですねチャンネルもっと見て、自分のですね直感とかそういうのに気づけるようになれるかもしれませんので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、それでは本題の方に進めていきたいと思います。今回の動画は2023年11月1日にアメリカ人サイキック預言者のジョセフ・テテルさんが配信した動画、11月のサイキック預言、ショッキングな出来事が起こるというタイトルの動画をご紹介していきます。はい、ブログの方では前半後半に分けておりますけれども、動画では一つにまとめていきたいと思います。はい、でジョセフ・テテルさんの予言の注意点なんですけれども、ご本人さんが言っていることなんですけれども、予言なので、叶うものが 2,3 年かかるものがあったりします。数年かかってから実現するのもあるらしくて、でその、予言をしている時期というのを当てるというのはすごく難しいことだというふうにジョセフさんはおっしゃっています。ですのでジョセフ・ティテルさんは占星術とか数比学とかいろんな自分のそういった観点から、もしかしたらこういうエネルギーが動いているので、自分が見たビジョン、その投資ビジョンは、サイキックビジョンはこの月にこのタイミングで起こるかもしれないから気をつけてくださいみたいな感じで予言をですねご紹介していることがあるんですけれども、すぐ起こるものもあれば、そのエネルギーに乗って本当にその、タイミングで起こるものもあれば、別のタイミングで起こるものもありますので、これは起こんなかったじゃんっていうことではなくてですね、この世界の動きというのを知る上でもですね、そういった予言がどのタイミングで出てくるのかっていうのもご視聴者の皆さんも考察、ジョセフ・ティテルさんと私と一緒にですね考察していけたら言ってほしいなというふうには思ってます。この予言ってこの時に起こるんじゃないかというようなのが、もしかしたらですね直感とかそういう感覚で見えてくるかもしれないので、それもですね楽しみながら、不謹慎かもしれないですけど楽しみながらというのもですねおかしい話かもしれないですけども、でも自分のですね能力というのを開発する上で、そういうのもですね感じ取りながら聞いていただければなというふうに思っております。まずはですね、ご紹介していきたいのが、ちょっと星の動きだけ予言の前にお伝えさせていただきたいと思います。まずは11月というのは急波動の年だそうです。でこの急波動の年というのは覚醒のために動く力が働く月だよというふうにジョセフさんはおっしゃっております。皆さんが感じていた、覚醒への隔たりがもしかしたらあったかもしれないですけれども、それが精神的に上昇できるような月なので、もしかしたらすっきりなくなった感じがして、もっと自分なりに精神的な成長ができるんじゃないかなというふうに、そういった力が働く月なんだよというふうにジョセフさんはおっしゃっております。で中の東で戦が起きていますが、それはその一環だというふうにジョセフさんはおっしゃっております。そういった人間の人類の問題を解決するために動く力というのが出てくる月なんだよというふうにおっしゃっております。
物事に執着をせずに自分の成長に必要ないものを見出して手放すことが大事な月というふうにジョセフさんはおっしゃっておりました。でもちろん11月ということで11という数字のパワーというのも関わってくるというふうにジョセフさんはおっしゃっております。11という数字についてお話ししている回が過去にありますので、そちらもですね概要欄の方にリンク貼っておきます。11はですねゾロ目という数で数比学的にはとてもパワフルな数字ということをですねジョセフさんはおっしゃっていたわけです。でジョセフさんがおっしゃるには11は直感やサイキック能力などを高める力があるということで、9が終わりを示す数字らしいんですけれども、先ほどの9波動の9の終わりを示す数字というのにとらわれずに11と9のパワーをうまく駆使して素晴らしい月にするチャンスだというふうにジョセフさんはおっしゃっております。マインドを開くことにより11の波動の力が私たちの精神に革命を起こすというふうにジョセフさんはおっしゃっておりました。その11という波動はそのサイキック能力などを開花させる力があるんですけれども、また過去の道を照らしてくれることでもあるという、そういったパワーもあるらしいんですね。なので直感を信じる、そういった月ですよっていうふうにジョセフさんはおっしゃっております。あなたが思い描く未来を作るチャンスです。あなたの夢を叶えることができるチャンスだということですというふうにジョセフさんはおっしゃっていて、またジョセフさんの格言にはあなたの思考、発する言葉はあなたの未来の青写真ですという言葉がありますので、そういうね思いですとか言葉というのがとても敏感にエネルギーとして発する月だということなので、皆さんいい言葉、いい考え、いいバイブスで過ごしていかなければならないという、そういった月だそうです。で、そういったポジティブな方向へと転換させるチャンスというのを作り出すのが11月ということで、暗いニュースが多い昨今ですけれども、11月は9と11の両方を合わせると良い方向へ物事を向かわせるチャンスというふうにおっしゃっておりました。9波動の癒しの力、そして11波動の直感とサイキック能力の向上のエネルギーにより物事を良い方向に導くエネルギーの源ができる月です。個人個人がポジティブな方向へと物事を導く時が来たのです。そしてより良い世界に変えていきましょう。なので個々に小さな力だと小さな規模かもしれないですけれども、一人一人がポジティブになれば、そのポジティブの輪がどんどん大きく波紋のように広がっていって、やがて世界全体がポジティブなエネルギーに包まれるので、皆さん小さな力かもしれないですけれども、自分のね意識というのをしっかりポジティブな方に向けて過ごしてくださいというふうにジョセフさんはおっしゃっておりました。でまた11月というのは10月先月に起こった日食と月食の影響が出てくる月でもあるというふうにおっしゃっておりました。実は10月には2回の月食、そういったエクリプスがありましたよね。14日にはアメリカ時間で日食が見られました。これは日本では見られなかったんですけれども、アメリカではこの14日の日に、日食が見られ、そして29日には日本でも部分月食というのが見られましたよね。で今回29日に発生した部分月食というのが闇に光を差した瞬間だったというふうにジョセフさんはおっしゃっております。ジョセフさんの言葉です。29日の部分月食は闇に光が差したようなものです。その影響は11月12日、日本時間ですと13日にかかってくるのかなまで続きます。そのエネルギーは癒しの効果があり、肉体的にも精神的にも嫌なものを浄化してくれる作用があります。お掃除や整理整頓などをすると良いでしょうというふうにジョセフさんはアドバイスをしていらっしゃいました。なので浄化するチャンスだということなので、この機会にですね整理整頓ですとか自分のモヤモヤしたこととかごちゃごちゃしたことをですねクリアにする手助けをしてくれるパワーなので、ぜひともこの時にですねそういった行動をとってみるのもいいかもしれないですよね。そして11月4日もう過ぎてしまったんですけれども、11月4日というのは土星の逆行が始まるその日だったということなんですよね。で土星の逆行というのは圧力鍋のようだというふうにジョセフさんは表現しておりました。というのもジョセフさん曰く精神的に圧力鍋のような感覚になるということですというふうにおっしゃっていて、ちょっとよくわからないんですけども、今まで瞑想や精神統一などをしていただいていた方っていうのはもしかしたら今頃気づいているかもしれないですけれども、徐々にサイキック能力が上がっている感覚がする方が出てきているのではないでしょうかというふうにおっしゃっております。皆さんどうでしょうか。日頃からですねお祈りですとか瞑想ですとか精神統一というのをしていらっしゃる方は、今頃そういった自分の力に目覚め始めている方もいらっしゃるかもしれないというふうにドジェさんはおっしゃっております。で感情などに影響を及ぼしているはずです。3月ぐらいから感情をコントロールできるように瞑想などをしてきた方は、ひよこが卵から帰る、そんなような感覚があるはずです。感情的に強くなり粘り強さを
発揮している方もいるかもしれませんというふうにジョセフさんはおっしゃっておりました。皆さんいかがでしょうか。圧力鍋のようにぎゅーっと圧力をかけるように自分の中心に集中をして精神統一を心がけてきた方々、そういった場合は今頃になってほっこりふっくらいい感じに出来上がってきているということを言いたかったんですかね。プレッシャークッカーのようだというふうに言ってましたけれども、私ティンカーはそういうふうに解釈をさせていただきたいと思います。皆さん解釈は皆さんのご自由なので、考えてみてください。そして助けが来る11月ということも言っていらっしゃって、今年ジョセフさんが助言していたように精神統一を心がけてきた方々が感じるのは真の強さ、そして動じない精神が出てきたっていうのを実感しているのではないかというふうにジョセフさんはおっしゃっております。目標への達成、夢の実現などが、ニッチもサッチもいかなかった人たちがいたと思います。しかし11月にようやく助け舟が来ます。というのもあなたの直感が冴えるので素晴らしいアイデアが浮かんでくるでしょうというふうにジョセフさんはおっしゃっておりました。今まで限界を感じていた感覚からも解放されるというふうにおっしゃっておりまして、何か突破口みたいなのがわだかまりがスッとほどけるような、そういった月になるというふうにジョセフさんはおっしゃっておりました。なので、瞑想ですとかそういうのをやっていらっしゃる方はそれがすごく敏感にわかるというふうにジョセフさんはおっしゃっております。でも全てがそういった敏感になるので強めに出てくる月ともジョセフさんはおっしゃっておりまして、土星逆行の影響で11月は全ての事柄において味が濃くなる、強烈になるというふうにジョセフさんはおっしゃっております。例えば、西の戦と、中の東の戦というのは一度ピークを11月には迎えそうです。そして地震ですが、今年は多くの土地が揺れましたが、今月から年末にかけてさらに大地震発生の可能性が高まるでしょうというふうにジョセフさんは、予言をしていらっしゃいます。以前より大地震については予言をしているジョセフさんですが、トルコやモロッコに続く大地震というのが年末から、新年にかけて発生するんじゃないかというふうにジョセフさんは予言していらっしゃいます。ジョセフさん曰く11月から12月にかけて地球のプレートなどの動きもピークを迎えるので、今年で一番大きな地震が来る可能性がありますよというふうにジョセフさんはおっしゃっておりました。で、地震に関する過去の予言をですね、一部ピックアップして概要欄の方にリンクを貼っておきますので、見てみてください。で、ブログ内で検索ボックスでトピックスをですね、検索を自分で書き込んで検索すると、私のブログの中にあるそのあなたのトピックが検索結果に出てきますので、そういった形でも過去の予言をちょっとチェックしてみてください。で、A○の技術がとてもハイライトされる月でもあるというふうにジョセフさんはおっしゃっておりました。A○という丸の部分は愛ですね。これはちょっと隠語にさせていただきたく思います。現在私たちの生活社会にはすでに A○は導入されていますよね。しかし A○の脅威などについてはたくさん議論されていますけれども、ジョセフさんは土星逆行の影響で今月に技術的なピークを迎えるというふうにジョセフさんはおっしゃっておりました。A○に関してですが、技術的な山を迎えます。これについては後ほどまたお話ししますということで、ちょっと一回ですねこの話をやめていらっしゃいました。で、このほか、金星が天秤座に位置する11月ということで、11月8日からこれは9日ですね、日本時間の金星が天秤座に位置するということで、その影響は12月4日から5日まで続くということなんですよね。で、その結果どうなるかはさておき、金星がしたいことをするようになるという、そういった状況を目撃することになるというふうに、ちょっと予言じみたことをおっしゃっておりました。おそらく将来的に起こる因果応報を気にせずにやりたい放題をしてしっぺ返しを食らってしまう方っていうのがもしかしたら出てくるかもしれない、そういったことを言ってるのかもしれない。何かほのめかしていらっしゃいました。良い結果が出るということなのかもしれませんし、それは詳しくお話はジョセフさんはしていらっしゃらなかったので、今後の配信でそこもですね注目をしてみていただければなというふうに思います。ポジティブ波動に金星が影響を及ぼすということなんですね。で、対人関係のバランスがうまく取れるようになるよというふうにジョセフさんはおっしゃっておりました。ジョセフさん曰く、人との付き合いで新しい出会いを迎えたり、人とのコネクションを作ったりすることがポジティブに働く月になるでしょうというふうにおっしゃっておりました。で、天秤座の影響なんですけれども、人への理解力が増すということで、ここでも対人関係のことなんですけれども、人への理解力が増して対人関係でバランスが良くなるよというふうにおっしゃっておりました。天秤といえば法律とかそういったものを象徴すると思うんですけれども、正当性を判断するというようなことができるようになるというふうにジョセフさんはおっしゃっておりました。
なので正当性ということなので、正当性を訴える人々というのが出てきてしまうということですね。悪くないことなんですけれども、11月は正当性を訴える人々が増えるというふうにジョセフさんは予言しております。ジョセフさん曰く11月は何が正しいことなのかというのを訴えるために立ち上がる人が増えます。そのため法に関する正当性を訴える抗議活動や法律の改革などを訴える人が増えてくるでしょうというふうにジョセフさんはおっしゃっておりました。そういった動きもあるので、例えば、警察への資金の削減という動きがあるかもしれないというふうにジョセフさんはおっしゃっておりました。人々の抗議活動の中で警察への資金を削減するよう訴える人が出てくるかもしれません。そういった可能性を持っているのが11月という月なんですよというふうにジョセフさんはその可能性をお話ししていらっしゃいました。これは多分ビジョンとかが見えていないので、多分可能性としておっしゃっていることだというふうに私は思うんですけれども、あとは争いを鎮めるエネルギーっていうのも出てくるということで、いざこざしている状況を癒す作用がある。それが天秤座のエネルギーということで、ジョセフさん曰く11月は癒しの力を持っています。今起こっている戦などが収まる可能性があります。例えば何かしらの合意があったり、今の戦いの熱を下げたりすることが何かあるかもしれませんよというふうにジョセフさんはおっしゃっておりました。11月13日のさそり座に位置する新月。新月は全ての物事の始まりというのを促すエネルギーがあるというふうにジョセフさんは教えてくれておりました。過去にですね教えてくれていたんですけれども、世界的噴火が起こる可能性があるそうです。これは可能性としてなんですけれども、世界的な噴火を促すパワーが実は13日から出てくるよということで、新月は始まりを示すんですけれども、これの1週間前の月食などの影響を考えると、その可能性を考えます。その噴火は世界の争いを悪化させてしまうかもしれませんということなので、先ほどの、正当性を訴える8日から12月4日までの動きとは裏腹に、11月13日はそういったエネルギーが発生してしまう、悪化してしまうようなエネルギーが発生してしまうということで、噴火というふうに言っていますけれども、これは火山の噴火に限らず問題の勃発などを意味している場合があります。そのような可能性がある星回りなので、光の差す方へ向いて生きていくことの大切さというのを意識することが大事だよというふうにジョセフさんはおっしゃっております。事態は 50-50、半々ですということで、可能性なんですけれども、もちろん半々なんですというふうに言っていて、どちらに傾くこともあります。ですので皆さんには心に平穏を保ち、光を見失わないように過ごしていただきたいですというふうにジョセフさんはおっしゃっておりました。で、夢の実現を後押ししてくれるエネルギーが出てくるということなんですけども、この11月の素晴らしいところは、私たちの理想ですとか目標、夢などを実現して後押ししてくれるエネルギーが多いんじゃないかなというふうに私は感じています。11月13日の新月もまたそのエネルギーが高まる時というふうにジョセフさんはおっしゃっておりました。その11月13日の新月から新しい自分を発見する星回りです。大きな決断や選択を迫られるような時でもあります。その選択はあなたの人生に大きな影響を与えるものです。その選択により目標達成や夢の現実などがあるかもしれませんというふうにジョセフさんはおっしゃっておりました。で、幸運と富に満ちた運気が11月は出てくるよというふうにジョセフさんはおっしゃっています。11月13日の新月から幸運の波が押し寄せてくるというふうにジョセフさんはおっしゃっています。11月13日の新月から幸運、富と様々な素晴らしいことの波が来ます。特にそういった感覚に注意を向けている人に訪れます。以前にも言いましたが、幸せ、幸運、奇跡などに注意を向けて過ごしている人にそうしたことが訪れやすいですよというふうにジョセフさんはおっしゃっておりました。はい、続けていきます。11月22日、いい夫婦の日と言われている日なんですけれども、11月22日から太陽がいて座へと差し掛かる時だというふうにジョセフさんはおっしゃっております。この時は楽しみやにぎわいなどのエネルギーが本来出てくるらしいんですね。で、この時太陽がいて座へと差し掛かる時は土星と魚座が影を落とす時でもあるというふうに今年の場合はおっしゃっております。ジョセフさん曰く、ちょうどクリスマスホリデーの雰囲気が始まる頃になると、社会の雰囲気は遊び心がある雰囲気になりますよね。
ただ今回のタイミングで土星が魚座に差し掛かりますので、その影響で少ししけた感じになるんじゃないかなというふうにジョゼフさんはおっしゃっておりました。楽しいはずのクリスマスシーズンも陰りがあるでしょうというふうにジョゼフさんはお話ししていらっしゃいました。11月下旬から旅行が悪夢となる予言、ここの辺からですね予言のお話をしていくんですけれども、11月になると旅行する人へのトラブルが起き始めるというふうにジョゼフさんは予言しております。下旬になってくると旅行者がトラブルに巻き込まれたりするケースが増えます。12月はより悪夢となるでしょうというふうに、旅行者に対しての警鐘を鳴らしていらっしゃいます。旅行者が減るというふうに予言しているジョゼフさんなんですけれども、これが下旬らしいんですね。11月下旬は旅行者が少なくなるので、航空会社や旅行会社は多額の損害を被ることになってしまうでしょう。ホリデーシーズンは稼ぎ時ですが、今年はそうはいかないでしょうというふうにジョゼフさんはおっしゃっておりました。そろそろね、もうショッピングとか、そのクリスマスの準備とか西洋圏で始めていく時だと思うんですけれども、それに陰りが出てくるというふうにジョゼフさんはおっしゃってます。ちなみにこの、年末の予言なんですけれども、これは2023年の予言トップ10バージョン2の方で予言をしていらっしゃいましたので、それもですねぜひとも今年が終わる前、今月中にできれば再度チェックしていただきたいので、概要欄の方に2023年の予言トップ10バージョン2を貼っておきますので、必ず見てください。そしてこの魚座に差し掛かる土星の影響が、この旅行に困難をきたすというふうにおっしゃっております。旅行が困難になる理由として、その星の動きが関係しているというふうにおっしゃっております。ジョセフさん曰く、ホリデーシーズンは魚座に土星が移動している時期になりますので、旅行などは控えた方が良いでしょう。旅行は本当に悪夢になります。特に12月の水星逆行に入る時にも、ものすごい遅延ですとか、どこかに立ち往生させられたり、そういった様々な困難が起こるでしょうというふうにジョセフさんはおっしゃっておりました。11月25日という日、射手座での水星逆行があるそうです。この実は水星逆行が悪夢の始まりだというふうに言っていらっしゃるんですよね。11月25日からその、悪夢の雰囲気が強くなっていくっていうことなんですけれども、この水星逆行は射手座の位置で発生します。これは旅行の悪夢と並行して発生し、さらに27日には満月のエネルギーが発生するため、旅行などの移動に大きな影響を与えますというふうにジョゼフさんはおっしゃっております。ちなみにアクシデントが起こりやすいというふうにジョゼフさんは今年を表現していらっしゃっていて、その事柄についてお話ししている回も、概要欄の方にまとめておきますので、事前にチェックしてください。で、特に旅行を計画されていらっしゃる方はちょっとですね、どういったことを予測しているのかというのを見ていただければなというふうに思っております。11月27日の双子座の位置で発生する満月の影響、その満月が双子座の位置で発生するのが27日なんですけれども、これが津波のようなエネルギーを発生するというふうにジョセフさんは警鐘を鳴らしています。ジョセフさん曰く、ジキルとハイドのような双子座で満月が発生します。これが2023年で最もエネルギーのある満月になる。心を落ち着かせることが大事です。瞑想や精神統一をして心をしっかりと冷静に保ちましょう。さもなければ激しく揺さぶられますというふうにジョセフさんはおっしゃっております。真実を見出しにくくなるということで、この双子座は光と闇を象徴としていて、ジキルとハイドのようだというふうにジョゼフさんはおっしゃってるんですけれども、その影響で何が本当で何が真実でということを見定めることが難しくなりますというふうにジョゼフさんはおっしゃっております。なので惑わされないようにしっかりと地に足をつけて平穏を保ちましょうというふうにジョゼフさんはおっしゃっておりました。なので騙されやすくなるというふうにジョゼフさんはおっしゃっています。真実を見極めにくくなるというエネルギーだそうなので、騙されることが多くなるというふうにジョセフさんはおっしゃっています。真実を見定めることが難しいエネルギーなので、騙されてしまうことがしばしばあるかもしれません。例えば大変な思いをしている事柄が実は真実であるにもかかわらず、容易に簡単な方に導かれて、それが真実とは異なることに結びついていくというような、そういったことがあるかもしれないよというふうに言っていらっしゃいました。ジョゼさんはまた、その真実が受け入れがたいものなので間違った選択をしてしまうことがあるかもしれないというふうにも言っていらっしゃいました。恐怖ですとか欲に苛まれる、心を揺さぶられるというふうにジョゼフさんはおっしゃっていまして、
実際ですね、そういった心を揺さぶられると魔が差して光とは別の方向に進んでしまうかもしれないっていうのがありますよね。なので、瞑想や自分を癒す活動をして心をドンと岩のように構えて冷静に過ごしたいというふうにジョセフさん、私も思っております。意見が強い人が表に出てくる。2023年11月27日の満月、これすっごいパワフルらしいんですけれども、先ほどの騙される、心を揺さぶられるっていうところに通ずるものがあると思うんですけれども、ジョセフさんはこう言ってます。自分たちの権利を主張したり、自らの意見やアイデアが正しいと強く主張する人たちが出てくるかもしれません。しかし最後には誤りだということに気づかされるでしょうというふうにジョセフさんはおっしゃっておりました。確かに、月が関係する言葉でルナティックっていう言葉があるんですけれども、これが気違い、気が狂ってるっていうような表現があるんですね。英語なんですけれども、でルナっていうのはラテン語で月を表すんですけれども、それを、由来としてルナティックっていうのがあるんですけれども、やっぱりね、エネルギーが人々の精神を狂わせるというイメージがあるからこそ、こういった言葉が生まれていると思うんですよね。なのでしっかりと地に足をつけて自分の精神の成長に集中していきたい時期っていうのは、あるんじゃないかな。前半の方で11月は素晴らしい月、そのチャンスの月というのがあるので、それをですね、光をやっぱり見て、うまくそのパワーをですね、自分のプラスに持っていけるようにしないといけないんじゃないかな。そのためには芯をしっかり持って地に足をつけて心を平穏に保って生きていく、それが大事なんじゃないかなというふうに思っております。精神を病むエネルギーでもあるというふうにジョセフさんはおっしゃっておりました。その前半の部分ではとてもポジティブだったんですけれども、その11月後半というのは精神がどうしても揺さぶられるエネルギーが入ってくるというふうに言っていらっしゃるんですよね。精神を病んでしまう人が増えるというふうにジョセフさんはおっしゃっています。ジョセフさん曰く、精神を病んでいる方々の動画ですとか、そういったものが拡散されてしまうかもしれません。気候を捉えた、動画などが増えるでしょうというふうにジョセフさんは予言といいますか予測をしていらっしゃいます。なので、その影響で乗り物の運転ですとかそういった事故が増えるかもしれないので、歩行者、道路の近くにいらっしゃる方っていうのはいつも以上に気をつけた方がいいと思います。ジョセフさん曰く、11月22日から30日は世界的に大きな出来事が起こりやすい時期だというふうにジョセフさんはおっしゃっております。AMR 技術が良くない方へと進んでいくという予言。先ほど、AMR 技術に関しては後でまたお話ししますというふうに一回切り上げていたこの AMR のトピック、丸の中は愛なんですけれども、ジョセフさん曰く、近い将来 AMR 技術を利用して悪行を行っていたことが暴露されるでしょう。AMR 技術について議会で審議が行われている光景も見ました。これはサイキックビジョンですね。11月はそれが起こるのではないかというふうに考えていますというふうにジョセフさんはおっしゃっておりました。またやっぱ時期がねわからないので、こういった11月のエネルギーを見て、そういうのがもしかしたら起こっちゃうんじゃないか、自分の見たビジョンが実現してしまうのは11月なんじゃないかというふうにジョセフさんは考えているそうです。またこのドローンのアタックが起きるというビジョンを見たというのも過去におっしゃってまして、これ続編なんですけれども、過去のサイキック投資でドローンがアタックをしている光景というのが見えたそうです。ジョセフさん曰く、仕掛けられたドローンのアタックですが、お米の国などの軍によるものではありません。これは民間で販売されているハイテクのドローンで、もしかしたら改良されているかもしれませんが、そのようなものが使われるビジョンでした。それは無実の市民をアタックしていました。これ隠語で結構言ってるんですけれども、お米の国というのはあそこの国ですよね。で、アタックというのは攻撃なんですけれども、その民間人がそのドローンを改良して悪いことを利用しているっていう風にビジョンでは見たらしいんですけども、おそらくその支配者層がその市民を民間の、機関を使ってやってるんじゃないかなって私はちょっと考えてます。でそれがまたインドアである可能性があるということなんですよね。ドローンって言ったらちょっと外で飛ぶイメージがあったんですけども、もしかしたらショッピングモールなどの室内で行われる可能性がありますというふうにジョセフさんはおっしゃっておりました。
ジョセフさん曰くドローンなので空を飛びますけれども、このビジョンでは室内のように見えました。もしかしたらショッピングモールのような商業施設だったのかもしれません。室内でドローンが近くで飛んでいる場合は警戒をしてくださいというふうに皆さんに注意を呼びかけていました。注意喚起をしていらっしゃいました。でこのドローンのアタックのビジョンなんですけれども、過去にたくさんありますので、これも概要欄の方に関連リンク貼っておきますので、気になる方はぜひとも見てみてください。ニューヨークに関する予言の続報です。結構な回数ニューヨークに関する予言というのは最近出てきているんですけれども、ほとんど暗い予言でしかないです。もうほぼ 100% ぐらい暗い予言なんですけれども、今回ジョセフさんはこのようにおっしゃっておりました。感謝祭からホリデーシーズンに近づいていますが、イベントやショッピングで人混みに行くときは十分に気をつけてください。特にニューヨークの感謝祭パレード、もしかしたら世界的に起こる出来事のせいでキャンセルされるかもしれません。ブラックフライデーや新年へのイベント、そういったショッピングなどへの人混みには気をつけてくださいというふうにジョセフさんは注意喚起していらっしゃいました。なんか今私聞き捨てならないすごく大きな予言聞いたんですけども、皆さん気づきましたか？しれっと大きな予言を今ジョセフさんしていらっしゃったんですけども、何やら11月から12月にかけて世界的に影響を及ぼす何かが起こる可能性があるというふうにジョセフさんはおっしゃっております。これもちょっと毛頭に置いて、脳裏にちょっとね片隅に置いていただきたいんですけれども、ニューヨークに関する予言が気になっている方は概要欄の方にニューヨークに関する予言の過去の回をですね貼っておきますので、ぜひとも概要欄からチェックしてみてください。またブログにすでに行っていらっしゃる方は検索ボックスの中で検索できますので、例えばニューヨークの予言、ニューヨークっていうふうに入れていただければですね、ニューヨークに関する予言っていうのはそういった過去の回が出てきますので、そういった形で予言をですね、過去の予言を探ってみてください。ホリデーシーズンに関する予言。ホリデーシーズンのツリーの点灯式やブラックフライデーのようなセールでにぎわうショッピングモール、商業施設などを思うとジョセフさんが感じるのはストレスのような感覚がするというふうにジョセフさんはおっしゃっています。ジョセフさん曰く感謝祭の後はショッピングシーズンになりますけれども、今年はお家でじっとしておいた方がいいかもしれません。シカゴが、浮かぶ。そしてニューヨークと同じくシカゴが浮かんでくるということなんですけども、気をつけてくださいというふうにジョセフさんはおっしゃっておりました。シカゴでも何か起こるかもしれないということをジョセフさんは感じているそうです。激怒している民衆がストリートで暴れているビジョン。どこだか場所は特定できないというふうにジョセフさんはおっしゃってるんですけれども、怒る民衆がストリートで暴れている光景が見えたそうです。ジョセフさん曰く火炎瓶をビルに投げて火を起こしていたり、そのビルから人々が逃げ出しているというのが見えました。どこかわからないですけれどもシティです。イギのリスなのかお米の国なのかどちらかな気がしますというふうにジョセフさんはおっしゃっておりました。またカナダに関する続報です。カナダに関する予言も結構いっぱいあるんですけれども、カナダの T リーダーが悪魔のような微笑みをしている光景がビジョンに出てきたそうです。ジョセフさん曰く彼を支持しているカナダ人の方はたくさんいると思うんですけれども、私のビジョンでは悪魔の微笑みをしている彼がいました。何を意味しているのかは分かりませんが、カナダ市民にとっては良くないことが起こりそうですというふうにジョセフさんはおっしゃっておりました。またこのカナダに関する予言も概要欄の方に関連リンクを貼っておきますので、ご興味のある方は見てみてください。クルーズ船のアクシデントの続報。過去にも予言されていて、幸いまだ現実に起きていない予言の一つとしてクルーズ船の事故っていうのがあります。ジョセフさん曰く大きなクルーズ船が何かの事故に遭ってしまい、深い冷たい海へと沈んでいくのが見えました。まるでタイタニックのようです。しかしこの事故には怪しい点があります。もしかしたら狙われた可能性もあるでしょう。はたまた船長に何か異変があったのかもしれませんというふうにジョセフさんはおっしゃっておりました。このクルーズ船、船の事故に関する過去の予言のリンクを概要欄の方に貼っておきますので、チェックしてみてください。途方もないほどのファイヤーがオイル精製所などで発生の予言。ジョセフさんが予言するのは数々のオイル精製所やガス精製所などがファイヤーするというビジョンだそうです。ジョセフさん曰く今までにないくらいの数でオイル精製所やガス精製所でファイヤーが発生します。それは家庭でのガスによる火災も同じです。いろんなところで火事が起こるよというふうにジョセフさんはおっしゃってます。definitely happening っていうふうに言ってるので、絶対起こるというふうにジョセフさんはおっしゃっていました。これもグリーンアジェンダの一環なのだというふうにジョセフさんは読んでいるそうです。
で、中の東で起こるファイヤー、中の東で起こるファイヤー。ジョセさん曰く、中の東でファイヤーが発生しますが、砂漠の砂嵐の時に起きてしまい、大惨事になってしまいそうですというふうに予言をしていらっしゃいます。次のトピックが、ロバート・K・ジュニアが脳裏に浮かんできたというふうにジョセフさんはおっしゃっています。ジョセフさん曰く、とても残念で悲しそうでした。理由は分かりません。考察するに、来年の選挙から降ろされるからなのでしょうか。しかし彼の命もまた危険にさらされています。彼の叔父に起きたことのように11月22日が無事に過ごせることを祈っていますというふうにジョゼスさんはおっしゃっております。スーダンに関する予言。結構スーダンっていうのは珍しい国なんですけども、出てくるの珍しいんですけれども、マップスクリーニングをしていた、その地図を見てそのスピリチュアル的にスクリーニングをしてパッと浮かんだところを予言するんですけれども、それをしていたらこの国に腕を噛まれたような感覚があったというふうにジョセフさんはおっしゃってました。ジョセフさん曰く、何か大きなことがスーダンに起こるでしょう。複数の出来事が起こります。スーダンの貧困層からのしっぺ返し、それと地震でしょうというふうにジョセフさんはおっしゃっておりました。そして複数の地下鉄を巻き込む恐怖。ジョセフさんは地下鉄のシステムにおいて複数の不幸が起こってしまうことを予言しています。ジョセフさん曰く、地下鉄から煙がもこもこと出てきています。口を押さえたり洋服で覆ったりしながら煙が立つ車内から出てくる乗客らを見ました。中には怪我をしている人もいました。事故をして火が上がったものなのか、何か別のことが起きてそうなったのか、どちらにせよ地下鉄利用者にとって地下鉄が恐怖になってしまうでしょうというふうにジョセフさんはおっしゃってました。ちなみに地下鉄に関する予言は過去にしていらっしゃいました。これも概要欄の方に貼っておきますので、関連のお話をチェックしてみてください。ニューヨークで見たビジョン。またニューヨークなんですけれども、投資ビジョンの中でニューヨークのストリートを歩いていた光景があったというふうにジョセフさんはおっしゃっておりました。ジョセフさん曰く、その銃声は地下鉄まで響き渡りました。そのストリートを歩いている時にですね、銃声が聞こえたらしいんですね。で、撃ち合いのように数発聞こえました。どのエリアかは分かりません。音を聞いた通行人は逃げていきましたというふうにジョセフさんはおっしゃっておりました。氷と雪の中、立ち往生する大量の車。11月から年末にかけて事故や旅行の悪夢、そういった移動することに災難が起きるようなんですけれども、寒い冬に渋滞する車が何マイルも立ち往生している光景が見えたそうです。ジョセフさん曰く、大量の車が何マイルも氷と雪に埋もれた道路に立ち往生している光景が見えました。あまりにも前進できないので、車の脇でキャンプファイヤーをして寒さをしのいでいる人がいるのも見えました。これはお米の国、中の国、イギリス、日本で起こりますというふうにジョゼフさんはおっしゃっておりました。日本の方、寒い地域に住んでいらっしゃる方、旅行する方もそうなんですけれども、車で遠出する時というのは必ずね、タイヤは冬用に変えると思うんですけれども、そういったことも大事ですけれども、あとは食料など暖を取れるもの、そういった緊急事態に備えられるものを積んで遠出をした方が良さそうです。先月の満月から今月の満月までの期間はとても重要な期間。ジョセフさん曰く、現在大きな2つの戦が発生していますが、この2つは良くない方向へ傾いていってしまうでしょう。満月のエネルギーにより彼らを急がすこと、せかすことで危険な選択をしてしまいがちです。そうならないように皆さん良い波動を作りましょう。その11月に乗っていけるようないい波動っていうのをですね、できる限り作りましょうというふうにジョセフさんはアドバイスしてました。ダムでのドッカン、これも続報です。ジョセフさんが見たビジョンの中でダムがドッカンしている光景が再び見えてきたそうです。以前に起こってしまったウの国のダムのドッカンに似ていました。これはドッカンというふうにさせるものでやったのだと、故意的にやったのだと思われます。大量の水が谷を渡って流れ出していました。フーバーダムでないことを祈ります。なぜならその計画は存在するから心配なのですというふうに、フーバーダムの予言というのもちょっと重ねてお話ししていらっしゃいました。ちなみにフーバーダムの予言、過去にされているものも概要欄の方にリンク貼っておきますので、お時間があるときはチェックしてみてください。そして最後なんですけども、11月の重要な日のまとめ。
もう過ぎてしまったんですけれども、10月2日はラテン圏では、大切な人たちの魂を弔うことになってます。祝うことになってます。その日はその文化を持っていない人でも、個人を思い出して瞑想すると良いでしょうというふうにジョセフさんはアドバイスしてくれましたので、来年ですね、やってみたい方はやってみてください。いつでもですね、自分が大切にしていた方が亡くなられた方たくさんいらっしゃると思うんですけれども、思い出していい波動を送ってあげるというのはとてもいいことだというふうに私は思ってますので、気が向いた時というのがその人とつながっている時だと思いますので、お祈りしてみましょう。ジョセフさん曰く、他に重要な日というのは9日、11月、14日、22日あたりです。数比学的にエネルギーがあるゾロ目の日は闇の支配者らがそのエネルギーを利用するためうまく使ってくる傾向があります。例えばケネディの11月22日など DT 全お米の国リーダーなど、命が狙われそうな人は気をつけていただきたいですというふうにジョセフさんはおっしゃっておりました。そして11月30日もなぜか頭に浮かんできましたので注意していきたいというふうに思っておりますというふうにジョセフさんはおっしゃっておりました。今回は以上になります。11月の予言でした。もう超特急で内容が濃いので、お話ししましたけれども、私がざっくりまとめると、やっぱり11と9の波動で自分のサイキックレベルといいますか精神レベルというのを磨く高めるチャンスというのをしっかり、取ってチャンスを握って、そして地に足をつけて心を平穏に保ち、運とか、そういった欲とか恐怖には苛まれないで自分を、しっかりと軸を持って過ごしていないと、ちょっと後半ですね結構激しく揺さぶられるということなので、満月の影響で2023年で一番強いエネルギーが発せられる11月27日の満月の日、これは前後確か、3、4日でもうすでにエネルギーが出てくるということらしいんですね。で、私は目に見えてそうだなって思うのが、満月のですね 2,3 日前 2,3 日後っていうのは虫が活発になる気がするんですよね。私のお家の中にいる雲とか、壁にひっついてる虫とか、そういうのが結構ね増えるんですよ。結構ワイルドなところに住んでいるかもしれないんですけども、結構虫の活動とか動物の活動が活発化するのを見ていると、やっぱりですね満月の影響っていうのが出てきているというふうに思っております。で、自分のねそういった精神も見つめ直してみると、満月だったから変なこと言っちゃったのかなとか、満月だったからこうだったのかなっていうことがあるかもしれませんので、今月は特にドンと岩のような精神を持って構えて過ごしていただければなというふうに思っております。はい、以上になります。長い間聞いていただきまして見ていただきましてありがとうございました。いかがだったでしょうか。いいな、参考になったな、なんかちょっとしたきっかけになったなっていうふうに思っていただけましたら、できればグッドボタンでサポートの方よろしくお願いいたします。毎回気になるのでちょっと作業中にでも聞いてみたいわという方はぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。いいなって思っていただけましたら、知り合いの方々に勧めていただければなというふうに思っております。はい、できれば、チャンネル登録1000人今年中にいけたらなっていうふうに目指してますので、すいません、皆さんご協力をよろしくお願いいたします。はい、それでは皆さん Thank you very much for watching. Thank you very much for listening. ティンカースチャンネルでした。それでは良い11月をお過ごしください。それでは See you next time. Bye bye. Much love.